理解説、伝説、20世紀最高の映画スター、男優、ランキングトップ10、時代を築いたレジェンドたち。ねえマリサ、20世紀って映画の黄金時代って言われてるけど、どんな俳優が活躍してたの？それならばっちり任せてくれ。20世紀はハリウッドをはじめ世界中で名優が次々と登場した時代なんだぜ。そうなんだ。今の俳優さんとはどう違うの？演技のスタイルやスター性、映画への影響力も全然違うんだ。例えば、マーロン・ブランドやアルパチーノ、ジェームズ・ディーンなんかは演技の常識を塗り替えた存在なのぜ。映画の歴史を作ってきたって感じだね。そう、その通り。今日はそんな20世紀の伝説的な男優たちをランキング形式で紹介していくぜ。20世紀最高の映画スター、男優、ランキングトップ10。さあ、いよいよランキングの発表よ。まずは第10位から、20世紀最高の映画スター。第10位は、この方、ショーン・コネリー。おお、初代ジェームズ・ボンド。やっぱり来たか。ボンド、ジェームズ・ボンドの名台詞はあまりにも有名だよな。スコットランド出身のショーン・コネリーといえば、やはり1962年の007ドクターノーから始まる一連のシリーズで演じた初代ジェームズ・ボンド役の印象が強いわよね。あの役で世界的なスターダムにのし上がったわ。クールでセクシーで、アクションもこなす。まさに理想のスパイ像を作り上げたよな。当時の男の子はみんな憧れたんじゃないか？でも、彼の魅力はボンドだけじゃないのよ。その後、ボンドのイメージから脱却するために様々な役柄に挑戦して、アンタッチャブル1987年では、アイルランド系の警官役でアカデミー助演男優賞を受賞しているの。そうそう、あの映画のコネリーも最高だったぜ。頑固だけど正義感の強いベテラン警官役がハマってた。他にも、インディ・ジョーンズ最後の聖戦、1989年のインディの父親役とか、レッドオクトーバーを終え、1990年のソ連の潜水艦艦長役とか、渋くて存在感のある役が多いよな。長年にわたって第一線で活躍し、英国王室からサーの称号も授与されているわ。最もセクシーな男性に選ばれたこともあるのよ。ボンド役の成功に甘んじることなく、演技派俳優としても確固たる地位を築いたことが、今回10位にランクインした理由ね。なるほどな。ボンドだけじゃない、幅広い魅力と実績があるわけだ。納得のランクインだぜ。第10位からこの大物俳優。この先、どんなレジェンドが登場するのか、ますます楽しみになってきたわね。第9位、グレゴリー・ペック。さあ、次は第9位だな。どんなスターが出てくるんだ？第9位は、誠実さと知的な魅力で多くの人々を魅了した俳優、グレゴリー・ペックよ。グレゴリー・ペック。ローマの休日の新聞記者役の人だよな。オードリー・ヘプバーンとの共演が印象的だったぜ。あの映画での彼は本当に素敵だったわよね。でも、彼の代表作はそれだけじゃないのよ。特に有名なのが、1962年のアラバマ物語ね。この作品で彼はアカデミー主演男優賞を受賞したの。アラバマ物語？どんな役だったんだ？人種差別が根強いアメリカ南部で、黒人男性の弁護を引き受ける誠実な弁護士、アティカス・フィンチ役よ。彼の演じたフィンチは、アメリカ映画協会のアメリカ映画のヒーローベスト100で、なんと第1位に選ばれているの。ヒーローの第1位か。それはすごいな。まさに正義の人って感じの役が似合う俳優だったんだな。そうなの。ハリウッドの両親とも呼ばれていたくらい、実生活でも誠実な人柄で知られていたわ。ローマの休日の時も、まだ新人だったオードリー・ヘプバーンの才能を高く評価して、自分の名前と同格でクレジットに表示するようにプロデューサーに掛け合ったという有名なエピソードもあるのよ。かっこいいぜ。見た目だけじゃなくて、中身も紳士だったんだな。他にも、ナバロンの要塞みたいな戦争映画や、オーメンみたいなホラー映画にも出てるんだよな。アクションから社会派ドラマ、サスペンスまで、幅広いジャンルで活躍したわ。その知的な雰囲気と、スクリーンに映し出される誠実さ、そして数々の名作を残した功績から、第9位にランクインよ。なるほどな。
まさにハリウッドを代表する名優の一人だぜ。納得の順位だ。第8位、ロバート・デ・ニーロ。続いては第8位の発表よ。現代の俳優にも多大な影響を与え続けている、リビングレジェンド、ロバート・デ・ニーロ。デニーロ。来たー。この人は外せないよな。ゴッドファーザーパート2の若き日のビトー・コルレオーネ役とか、タクシードライバーのトラビス役とか、狂気を秘めた役がめちゃくちゃハマる。まさにメソッド俳優の代名詞よね。役になりきるための徹底したアプローチは伝説的だわ。レイジングブルー1980年では、ボクサー役のために体を鍛え上げた後、引退後の姿を演じるために約27キロも体重を増やしたのよ。この役でアカデミー主演男優賞を受賞したわ。27キロ。マジかよ。役者魂がすごすぎるぜ。ゴッドファーザーパート2でもアカデミー助演男優賞を取ってるし、まさに演技の怪物だな。マーティン・スコセッシ監督とのタッグは映画史に残る名コンビよね。タクシードライバー、レイジングブルー、グッドフェローズ、カジノ。数々の傑作を生み出してきたわ。あの二人が組むと、ピリピリした緊張感のある、とんでもない映画ができるよな。ギャング映画のイメージも強いけど、ミート・ザ・ペアレンツみたいなコメディも面白いんだよな。この人。そうね。シリアスな役からコミカルな役まで、どんな役柄でも説得力を持たせてしまう演技力は本当に素晴らしいわ。その圧倒的な演技力と、役作りに全てを捧げる姿勢、数々の名作への出演と受賞歴が、今回の第8位ランクインの理由よ。今も現役バリバリで活躍してるもんな。本当にすごい俳優だぜ。納得の8位だ。第7位、ハンフリー・ボガート。さあ、トップ10もいよいよ後半戦に突入だ。第7位は誰なんだぜ？第7位は、ハードボイルド映画のアイコンであり、ボギーの愛称で親しまれた伝説のスター、ハンフリー・ボガートよ。ボギー。カサブランカのリックだな。君の瞳に乾杯ってセリフはあまりにも有名だぜ。トレンチコートにソフトボーがトレードマークの、あのニヒルな雰囲気がたまらない。カサブランカ1942年は彼の代表作だけど、それ以前にも、マルタの鷹1941年で私立探偵サム・スペイドを演じて、ハードボイルドスターとしての地位を確立したのよ。他にも、3つ数えろ、キーラーゴなど、フィルムノワールの傑作に数多く主演しているわ。まさにタフガイって感じだよな。多くを語らないけど、行動で示すみたいな。あの独特のしゃがれた声も印象的だぜ。そうなの。彼は決して伝統的な2枚目ではなかったけれど、その個性的なルックスと、内に秘めた孤独や哀愁を感じさせる演技で、唯一無二の存在感を放っていたわ。実はアメリカ映画協会 AFI が選んだアメリカ映画の伝説の男性スターベスト100では、堂々の第1位に輝いているのよ。1位。それはすごいな。ハリウッドのレジェンド中のレジェンドってことか。その通りね。彼は、複雑な内面を持つアンチヒーロー像を確立し、後の俳優たちに大きな影響を与えたわ。アフリカの女王1951年ではアカデミー主演男優賞も受賞しているの。その唯一無二の個性と、映画史に残る数々の名演、そして後世への影響力を考えて、第7位にランクインよ。なるほどな。AFI で1位の俳優が7位か。このランキング、レベル高すぎだぜ。次は誰が出てくるんだ？第6位、ジェームズ・ディーン。続いて第6位を発表するわ。この俳優は、わずか3本の主演映画で、永遠の青春の象徴となった伝説のスター。ジェームズ・ディーンよ。ジミー、来たか。理由なき犯行の赤いジャケット姿は、あまりにも有名だよな。まさに伝説。でも、主演映画って3本だけだったのか。そうなの。彼が主演したのは、エデンの東、1955年。理由なき犯行、1955年。そして遺作となった、ジャイアンツ、1956年の3本だけ。24歳という若さで自動車事故で亡くなってしまったのよ。たった3本で、これだけの伝説になってるって、逆にすごいことだよな。理由なき犯行での、あの苦悩や怒りを抱えた若者像は、
当時の若者たちの心をわしづかみにしたんだろうな。彼の演技は、それまでの俳優とは一線を画すものだったわ。セリフを不明瞭につぶやいたり、アドリブを入れたり、感情をむき出しにするようなリアルな演技スタイルは、メソッド演技の影響を受けていて、非常に斬新だったの。若者の抱える疎外感や苛立ち、そして繊細さを見事に体現したわ。まさに時代の反落時って感じだよな。憂いを帯びた表情とか、ちょっと危うい雰囲気がたまらないぜ。ファッションアイコンとしても、今でも影響を与え続けているしな。その短いキャリアの中で見せた鮮烈な輝きと、彼が体現した傷つきやすい若者のイメージは、その後のポップカルチャーや俳優たちに計り知れない影響を与えたわ。突然の死によって、その存在は神話化され、永遠の若者の象徴として語り継がれることになった。この強烈なインパクトと、時代を超えて愛されるカリスマ性から、第6位にランクインよ。確かに、活動期間は短くても、その影響力と存在感は他のレジェンドたちに全く引けを取らないよな。納得の6位だぜ。第5位、ジャック・ニコルソン。さあ、いよいよトップ5に突入よ。第5位は、その悪魔的な笑顔と圧倒的な存在感でスクリーンを支配する、怪優中の怪優、ジャック・ニコルソン。ジャック、待ってました。この人はやばいぜ。シャイニングのヒアーズ・ジョニー。お客さんだよ、トラウマレベルの恐ろしさだった。バットマンのジョーカーも最高だったな。本当に、彼ほど狂気を魅力的に演じられる俳優はいないかもしれないわね。イージーライダー、1969年で注目されて以来、数々の作品で強烈な印象を残してきたわ。特に、格好の巣の上で、1975年でのランドル・マクマーフィ役は、彼の代表作であり、アカデミー主演男優賞を受賞したの。あの役もすごかったよな。体制に反抗する自由な魂。見ててスカッとしたぜ。アカデミー賞といえば、この人、めちゃくちゃノミネートされてなかったか？その通り、ジャック・ニコルソンは、アカデミー賞の男優として史上最多の12回ノミネート。そして主演男優賞を2回、格好の巣の上で、恋愛小説家、助演男優賞を1回、愛と追憶の日々の合計3回受賞している。まさにレジェンド中のレジェンドなのよ。12回ノミネートに3回受賞。すげえ、まさに実力も人気も兼ね備えた大スターってことだな。悪役や癖のある役が多いイメージだけど、ラブストーリーとかもやってるんだよな。恋愛小説家、1997年では、偏屈だけど愛すべきロマンス作家を演じて、再びアカデミー主演男優賞を獲得したわ。悪役からヒーローまで、コメディからシリアスまで、その演技の幅は計り知れないわね。その唯一無二の個性とカリスマ性、圧倒的な演技力と輝かしい受賞歴、20世紀を代表する偉大な俳優として、第5位にランクインよ。まさにハリウッドの顔の一人だよな。納得のトップ5入りだぜ。いよいよベスト4か。第4位、クラーク・ゲーブル。いよいよトップ3が見えてきたわね。第4位は、キング・オブ・ハリウッドと呼ばれた。この人を置いて他にいないでしょう。クラーク・ゲーブル。ゲーブル、キングか。やっぱり来たな。なんといっても、風と共に去りぬ、1939年のレッドバトラーだよな。あの自信満々な態度と口ひげが最高にクールだったぜ。君の知ったことか、フランクリーマイディアアイドンギブアダーンってセリフは痺れたな。レッドバトラー役は彼の代名詞であり、映画史に残るキャラクターよね。あの役で彼はハリウッドの頂点に立ったと言っても過言ではないわ。でも、それ以前にも、ある夜の出来事、1934年でアカデミー主演男優賞を受賞しているのよ。オスカーも取ってたのか。レッドバトラーだけじゃないんだな。2枚目ってだけじゃなくて、コミカルな演技もできるイメージだぜ。そうなの。彼は30年近くにわたってハリウッドのトップスターとして君臨し続けたわ。その圧倒的なカリスマ性と男らしさ、ちょっと皮肉屋だけど憎めない魅力で、文字通りキングと呼ばれ、多くの観客を虜にしたの。第二次世界大戦中は、最愛の妻キャロル・ロンバードを飛行機事故で亡くした悲しみを乗り越えて、陸軍航空隊に入隊し、
危険な任務にも参加して勲章も授与されているのよ。うわぁ、実生活でもヒーローだったのか。かっこよすぎるぜ。まさにキングの名にふさわしい。まさにハリウッド黄金時代を象徴する存在であり、力強く魅力的な男性像を作り上げた俳優と言えるわね。その絶大な人気と影響力、映画史に残る数々の名作への貢献、そしてキングとしての不動の地位。これらを総合的に評価して、第4位よ。キングの名は伊達じゃないってことだな。納得の4位だぜ。さあ、いよいよトップ3。どんなレジェンドが待ってるんだ。第3位、パチーノ。さあ、ついにトップ3の発表よ。第3位は、この人、静かなる狂気と、爆発するようなエネルギーを併せ持つ、メソッド演技の怪物、アルパチーノ。パチーノ来たか。ゴッドファーザーのマイケル・コルレオーネは、映画史に残る最高のキャラクターの一人だぜ。あの冷静沈着なマフィアのボス役は、まさに鳥肌ものだった。それと、スカーフェイスのトニー・モンタナ。あのギラギラした成り上がりっぷりと最後の壮絶なシーンは忘れられないぜ。彼の演技は本当に凄まじいわよね。特に、ゴッドファーザー1972年と、ゴッドファーザーパート2 1974年でのマイケル役は、彼のキャリアを決定づけただけでなく、映画史における重要なランドマークとなったわ。純粋な青年が悪の道に染まっていく様を、繊細かつ圧倒的な存在感で演じきったのよ。最初は頼りなさそうな青年だったのに、どんどん冷酷なボスになっていく変化がすごかったよな。目で語る演技っていうか、静かなのにめちゃくちゃ怖いんだぜ。彼は内面の葛藤や感情の機微を表現するのが非常に巧みよね。セルピコ1973年や狼たちの午後1975年といった社会派作品での熱演も高く評価されているわ。そして、長年のノミネートを経て、戦闘ブーマン夢の香り1992年で盲目の退役軍人を演じ、ついにアカデミー主演男優賞を受賞したの。あの映画も良かったなぁ。単語のシーンとか、最後のスピーチとか、まさに魂の演技って感じだったぜ。デニーロとの共演も多いよな。ヒートとか最高だった。ロバート・デニーロとは盟友でありライバルとして、数々の名作で共演しているわね。アルパチーノは、その長いキャリアを通じて、常に第一線で活躍し続け、数多くの俳優に影響を与えてきたわ。激しい役から知的な役までこなす演技の幅広さ、スクリーンを支配するカリスマ性、そして映画史に残した数々の象徴的なキャラクターたち。これらを称えて、堂々の第3位よ。納得の3位だぜ。まさにリビングレジェンド。さあ、残るはトップ2。一体誰なんだ。第2位、ポール・ニューマン。さあ、いよいよ第2位の発表よ。この順位に、この人を押す声は非常に多かったわ。その吸い込まれるような青い瞳と、クールで知的な魅力、そして確かな演技力で長年トップスターとして輝き続けた。ポール・ニューマン。来たか。やっぱりこの人は外せないよな。あの青い瞳は反則級のかっこよさだぜ。明日に向かって撃て、1969年のブッチ・キャシディ役、ロバート・レッドフォードとのコンビは最高だった。スティング、1973年も忘れられないぜ。彼の持つ知的な雰囲気と、時折見せるやんちゃな笑顔が多くの人を魅了したわね。熱いトタン屋根の猫、1958年で注目され、ハスラー、1961年での孤高の勝負師ファストエディ役でスターの地位を確立したわ。ハスラー、めちゃくちゃクールだったぜ。ビリヤードのシーンに痺れたな。でも、あれだけの大スターなのに、アカデミー賞はなかなか取れなかったんだよな。そうなの。主演男優賞に何度もノミネートされながら、受賞を逃し続けて無冠の名優なんて呼ばれた時期もあったわ。でも、ハスラー2、1986年で、25年ぶりに同じエディ役を深みのある演技で演じ切り、ついに悲願のアカデミー主演男優賞を受賞したのよ。その前年にはアカデミー名誉賞も受賞しているわ。まさに執念の受賞だな。諦めない男って感じがまたかっこいいぜ。ルックスだけじゃなくて、本当に演技派だったんだな。その通りよ。
彼はハンサムなだけでなく、複雑な内面を持つキャラクターを説得力たっぷりに演じられる名優だったわ。さらに驚くべきは、俳優業以外での活躍よ。プロのカーレーサーとしてルマン24時間レースでクラス優勝するほどの腕前を持ち、食品会社ニューマンズオーンを設立。その利益は全額慈善団体に寄付し続けた。高潔な人物としても知られているの。カーレーサーで、慈善家。どんだけ多彩で、人間ができてるんだ。まさに完璧超人じゃないか。その輝かしいキャリア、演技力、スター性、そしてスクリーン外での素晴らしい人柄と社会貢献。ハリウッドの両親とも呼ばれた彼の功績は計り知れないわ。文句なしの第2位よ。見た目も中身も超一流。まさにレジェンド中のレジェンドだな。さあ、ついに残るは第1位。一体誰がハリウッド俳優の頂点に君臨するんだ。ドキドキが止まらないぜ。第1位、マーロン、ブランド。長かったランキングも、ついにこの時が来たわ。数々のレジェンドたちを抑え、ハリウッド俳優の頂点に輝く第1位は、この人を置いて他にいないでしょう。演技という概念そのものを変えた革命児、マーロン・ブランド。やっぱりブランドか。ついに来た。第1位。ハトバ、1954年のテリー。欲望という名の電車、1951年のスタンリー。そして、ゴッドファーザー、1972年のドン・ビトー・コルレオーネ。まさに伝説。神だ。彼の登場は、ハリウッドの演技スタイルに革命をもたらしたの。メソッド演技を世に知らしめ、それまでの様式化された演技とは一線を画す、生々しく、心理的なリアリテに満ちたアプローチで観客に衝撃を与えたわ。欲望という名の電車での、そやで動物的な魅力を持つスタンリー役は、その象徴よ。あの T シャツ姿、めちゃくちゃセクシーでワイルドだったぜ。演技ってあんなにリアルでいいんだ。って思ったもんな。そして、ハトバ、アイクーダビーナコンテンダー。俺だって、チャンピオンになれたんだってセリフは魂に響いたぜ。あの演技でアカデミー主演男優賞を取ったんだよな。テリー・マロイ役での、傷つきやすく、それでいて内に秘めた強さを持つ労働者の演技は、彼の繊細な表現力を証明したわ。そしてなんといっても、ゴッドファーザーのビトー・コルレオーネ。特殊メイクで老け役になりきり、あの独特の声と威厳で、映画史に残るキャラクターを作り上げた。この役で2度目のアカデミー主演男優賞を受賞したけれど、彼はネイティブアメリカンへの不当な扱いに対する抗議として、受賞を拒否したのよ。そうだ、あの授賞式での出来事も伝説だよな。自分の信念を貫く姿勢も、またブランドらしいぜ。地獄の目視録、1979年のカーツ大佐も、出番は少ないのに存在感が半端なかった。晩年は気候が報じられることもあったけれど、彼の俳優としての功績、後世の俳優たちに与えた計り知れない影響力は、誰にも否定できないわ。アルパチーノ、ロバート・デ・ニーロ、ジャック・ニコルソン。多くの名優たちが彼の影響を公言しているの。彼は単なるスターではなく、演技の歴史を変えた人物なのよ。まさに革命家、レジェンド中のレジェンド、ブランドがいなかったら、今の映画は全然違うものになっていたかもしれないんだな。その通りよ。彼の登場によって、俳優が役にアプローチする方法、観客が演技に求めるものが根本から変わったの。ハリウッドの、いや世界の演技史における最重要人物と言っても過言ではないわ。その圧倒的な影響力、数々の不滅のキャラクター、演技という芸術を進化させた功績。これらを総合的に判断して、堂々の第一位よ。文句なし、異論なし、マーロン・ブランドがナンバーワンだ。最高のランキングだったぜ。ありがとうレイム。総評、まとめ。今日のランキング、本当に濃かったね。どの俳優も時代を代表する存在ばかりだった。まさに伝説という言葉がふさわしい面々だったぜ。20世紀の映画史は、彼らの存在なくして語れないんだ。演技力だけじゃなくて、社会への影響力や信念もすごかったよね。その通り、マーロン・ブランドやポール・ニューマンは演技だけじゃなく社会活動でも注目されていたし、
ジェームズ・ディーンのように若くして伝説になった俳優もいた。役に命を懸けた姿勢が、多くの人に今も影響を与えてるんだぜ。今の俳優さんたちにも通じる何かがあった気がする。ああ、彼らの魂が込められた作品は、これからも色あせることはないはずだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。